日本一周3日目。今回は愛媛県西条市周辺に行ってきました。愛媛県西条市といえば西日本最高峰の石鎚山があることでも有名ですね。今回の流れとしては新居浜市周辺で見応えのある滝を2カ所、西条市に移動し写真映えする神社に2カ所、今回の旅の楽しみの一つでもある47都道府県ごとに1カ所、気になった酒蔵にお邪魔して日本酒を1本紹介するというもの。今回は西条市の氷見にある石鎚酒造にお邪魔しました。収録日は桜が満開だったこともあり、西条市周辺の桜の絶景スポットも数カ所ご紹介します。最初のポイントは西条市にある高さ60メートルの窓の滝。ハイエースで割とギリギリの道を抜けてようやく駐車ポイントに到着。車を降りればあとは徒歩5分程度で行ける難易度の低い滝になります。おはようございます。おはようございます。日本一周3日目は愛媛県の新居浜市にある窓の滝にとりあえず一つ目のスポットとして来ております。道がめっちゃ悪かったんですけども、あまり知られてない滝みたいで、結構ね40メートルぐらいあってでかいらしい。ちょっとあんまり知らんね、全然有名じゃないみたいな。ちょっと道がどんな感じかわかんないんですけど、ちょっと行っていきたいと思います。いいよ、先行ってよ。俺が先行く？友達だ。おい。身代わり。わお。すごいな、ロープあんじゃん。愛媛県では雪輪の滝と御来光の滝が日本の滝100選に選出されていますが、この窓の滝、落差60メートルの圧巻の滝が選ばれていないなんて不思議です。見えてきた。どこ？おお、でかいね。わお、でけえ。はい、今窓の滝に到着しました。想像以上にでかいですが、これから撮影していきます。いやーよかったね。よかったね。いや道がやばすぎる。道がやばいね。えぐい。根っこやばいよね。いやでもすげえなんか久々になんかいい滝を久々に見た気がする。確かにかっこいいうん。タイプの滝。さあ、銚子大滝に向けて、ここも市名勝指定って書いてあるね。何？最初から窓の滝を満喫した後は同じく新居浜市にある銚子の滝。こちらも徒歩10分程度で行ける滝です。あるあるある、めっちゃ大きい。階段がきついね。Google マップで銚子の滝と検索して向かうと違う道に誘導されてしまうので、銚子の滝駐車場と入力する必要があります。一応マップの URL は概要欄に載せておきます。
気をつけてよ、本当に。やめる？やめとこう。やめよう。ダメダメダメ。けどこれくらい飛べんかったらずっと体力絶対大丈夫な自信があるんだったら。じゃあダメだ。確率低すぎる。いや、安牌じゃないじゃん、そっちも。よう行こうとしたな。よう行ったな。素晴らしい。いや、すごいよ。すごいね。迫力満点。ねえ。どうだった？調子の滝？調子の時やね。どうでしたか？調子のあ、よかったね。滝。よかったね。よかっこっちもなんか想像以上によかったね。た。よかった。やるな、愛媛の滝。滝壺がよかったね。滝つもよかったね。滝壺広いし大きいし深くて色も綺麗やったね。緑。滝って感じだった。うん。でその手前にねまた流れのいい渓流があってカメラマンとしてはもう最高の間違いない。形やね。まあじゃあ次は石槌酒造。そうやね。だからやっぱ日本一周するときにねやっぱ日本酒好きやきなんか各都道府県の銘柄一つ買って回ろうかなと思ってねで調べたら結構石槌の日本酒がなんか甘めフルーティーみたいなちょっと私たちの好みに近い感じだったんでまあね西日本最高峰の一樹さんの名前もあるしそうだよね。ちょっと興味があるんでそれの酒蔵に行こうかなと思います。楽しみ。ね次はいよいよ石打酒道へ。事務所兼の販売スペースは一見お邪魔しにくかったですが女性の方が丁寧に説明してくださりました。石打酒造では純米吟醸シリーズといってかなり豊富なバリエーションがありましたが私たちは淡麗辛口よりは最近流行りのフルーティーで香り豊かな日本酒が好きなのでバラ酵母で作られているという石打のプリンセスミチコを購入しました。プリンセスミチコとはバラの品種名でオレンジ色が特徴の花です。似たような名前だとエンプレスミチコというピンク色のバラもありどちらも以前イギリスのディクソン社が当時日本の皇太子妃だった上皇后美智子さまに検定されたバラということから美智子の名前がついたそうでこの石打のプリンセスミチコはこのバラから分離させた酵母で作られているそうです。後日いただきましたがまろやかでとろっとした甘みが特徴的で独特の華やかな香りが美味しい日本酒でした。次は11号線沿いにある三島神社に向かいます。大きい鳥居と長い階段が印象的でこの日は桜がとても綺麗でした。巫女さんの経験がある私ですが久々に巫女さんの格好で撮ってもらいました。次はひょうたん池に行きました。こちらは地域では有名な桜スポットらしいですがこの日は水位が少なかったせいか何とも言えない感想。この池のすぐ近くにかなり穴場の桜スポットがあるのですがどちらかといえばこちらがおすすめです。桜を満喫した後は福岡八幡神社に。
あまり有名な神社ではないのか、人の気配があまりありませんでした。長い階段と登り切ったところにある3本の鳥居が綺麗でした。いろいろと回り、長い一日でしたが、最後は鴨川で桜祭りが行われているので、屋台を楽しんで次の場所に移動しました。今回は西条市周辺を満喫してきました。次回は本来見るのに1800円かかる絶景を無料で見られる裏ルートや、愛媛県の秘境中の秘境や道後までの動画をお届けします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。